こんにちは。陶芸家の松下沙織です。今回のオンライン陶芸教室の内容はお待ちかね、練り上げのレクチャーになります。練り上げっていう技法は何か軽く説明すると、こういうね、2色以上の粘土を使ってろくろの上で形成をすることで、こういう渦巻き状の模様の作品を作るっていう技法です。練り上げっていうのは日本語で言われる技法で、同じようにマーブルウェアとかバリエートウェアっていうのも同じような技法です。私自身こういう練り上げの作品を結構最初からよく作ってたんですけど、なのでオンライン陶芸教室の内容もその1本目から練り上げの方法レクチャーしてもよかったんですけど、でもね、練り上げをやるにはまず土をしっかりと空気を抜いて練るっていう技法を身につけないといけないのと、同じように、ろくろの技法も必須なんですね。ろくろの技法で一色の土だけでしっかり形成できるようになっていないと、なかなか練り上げを手に手をつけるのはちょっと難しいかなっていうところがあるので、まずは土練りと、ろくろ形成の技法をしっかり身につけてから練り上げには挑んでみてください。まずは練り上げという技法に使う道具の紹介からしていきましょう。といってもね、使う道具はそんなに普通のろくろ形成と変わんないんですよね。まずろくろと、水の入ったバケツとスポンジ、それからワイヤーとこういうコテですね。コテの中でも練り上げに関してはこういうペラペラのコテがあると後々すごく便利なんで、これは必須ではないんだけど個人的にとってもおすすめです。持っておいてください。あともちろん粘土ですね。粘土も1種類だけではなくって例えば白土と赤土を使ったりとか2色以上の土を使うことが練り上げでは重要です。その練り上げに使う土は何でもいいんですけど、だいたい色をしっかりカラフルな色を使いたいとかポップなテイストにしたいっていう人は、磁器とかセミポーセリンって言われる半磁器とかがおすすめです。で、その白い磁器に着彩する顔料も必要ですね。例えばこういうメイソンステイン、アメリカの代表的な粘土とか陶芸用の顔料なんですけど、これも必要ですね。メイソンステインっていうのはだいたいこうやって目に見えてる色と同じような発色ができるので、すごく使いやすい顔料です。あとね、こういう酸化鉄とか酸化コバルトとか酸化銅とか、そういう酸化金属も練り上げに使うことができます。ただちょっと顔料を使う注意点なんですけど、その酸化金属を使う時の注意点なんですけれども、だいたいね、酸化鉄は人体に触ったりとかちょっと舐めちゃったりとか、例えばしてもね、そこまで害はないんですけど、酸化銅とか酸化コバルトとか、ああいう酸化金属は結構有毒なものもあるんですね。なのでそういうメイソンステインを使う時も注意しなきゃいけないんだけど、必ずそれを粉を吸い込まないように絶対に注意することと、口に含まないようにすること、あと工房にペットが出入りするようなところもあると思うんだけど、本当におすすめできなくって、そういう粘土の粉自体がちょっと毒ではないんだけど、こういう粘土が乾いて粉になったものっていうのは言うたら石の粉みたいなものなんで、人体が肺が吸い込んでしまっても代謝して外に排出することができないんですね。なのでその粘土の粉を吸い込みすぎてしまうと、その腎肺っていう病気になってしまうんですね。その腎肺になるのは人間だけじゃなくてペットも同様です。あとその腎肺よりも怖いのがこういう酸化金属とか、そういう有毒な物質を吸い込んでしまうことが一番怖くて、例えば酸化コバルトは発がん性が
報告されている物質でもあるんですね。吸い込んだり経口摂取したりとかすると本当に健康に被害があるっていうことが分かっているので、それは人間も気をつけないといけないし、工房でペットを飼ってる人はペットに対してもそれはとても気をつけてあげないといけないことです。そういうことなので、練り上げの作品にステインを混ぜたりとか粉を使って準備する人は、こういうゴム手袋とこういうね防塵性のマスクを準備しておいてください。あとこういうね測りスケール粘土にその顔料着色剤をどれくらい混ぜるかっていうのは都度メモしておきたいところなので、顔料の粉の量と粘土の量っていうのを測るためのスケール用意してください。はい、それじゃあね、早速実践をしてみましょう。まずは、粘土にその顔料を混ぜるところからお見せします。で今回はちょっとメイソンステイン使っていこうかな。このメイソンステイン番号が6324のバイオレットっていう色です。でこれこういう綺麗な薄いパステルカラーの紫色してるんだけど、これも粘土に混ぜてもこの色の通りにちょっと発色しづらいんですね。ちょっと軽く限りなく水色に近い紫っていう感じの色になります。粘土によるんだけどね、これをちょっと使って混ぜていきましょう。そう、メイソンステイね買うとこういう真っ赤な注意書き書いてあるんだけど、そんなにメイソンステイン自体にはそこまで強い毒性はないとはいえ、あんまり粉を吸い込んだりとか手につけたりとかしたくないので、ステインを使って粘土を練るときは必ずゴム手袋、手にぴったりとつく手袋、自分の手に合うサイズのものを用意して、これをちゃんとしっかりつけましょう。あとこういう防塵マスク、これもね絶対必要です。夏はね結構これつけると暑いんだけど、健康には変えられないんで、こういうマスクしっかりつけましょう。でまずステインの混ぜ方、ステインとか顔料を粘土に混ぜる時のコツなんだけど、こういうね粘土用意して、この粘土を着彩これからするとします。この時にいろんな粘土のその顔料の混ぜ方があるんですね。例えばある作家は完全にこれをスリップ状にしてからバケツに入れて、そこにステインとか顔料を含ませて、それを完全に攪拌して色付きのスリップにしてから、それをこういう石膏板の上に流して、それを乾燥っていうか水分を抜いて、それをまた粘土にするっていう方法を取る人がいますね。結構そういうスリップに着彩して粘土に戻すっていう方法を取ってると、結構スタジオの整備も大掛かりになってきたりするので、私が普段やっている方法、簡単な方法をシェアしましょう。どんな方法を取るにせよ、まず最初は計量から始めます。例えばこういうステインとかっていうのは、だいたい 3% から 10% ぐらいの間でちゃんと発色するっていう感じになっているので、その粘土の量に対してこれは何%混ぜるのかっていうのを最初に決めましょう。そういうメイソンステインをどれくらい粘土に混ぜるかっていうのはまず最初に計算しましょう。だいたいねはかりと、あとスマホの計算機使えばだいたい割り出せます。それじゃあこの測った粘土とステインをこれから混ぜていくっていうことになりますけれども、まずね、私が普段やる一番手っ取り早いステインの混ぜ方としては、粘土を用意したらこうやって指でくぼみをたくさん作って、
こんな風にね、蜂の巣にします。で、ここのくぼみに水を溜めます。で、こうして水を溜めた水たまりの上にステインをダーッとかけます。で、この粘土の濡れた粘土の上でこうやって粉と水を混ぜるんですね。で、ちょっとダマになってるなって思ったところには水をちょっと足して完全にそのステインと水分が混ざった状態まで粘土の上で持っていきます。こうやって粘土の上で直接ステインを混ぜて、粘土と水とステインを混ぜてあげると、ある程度でいいんだけど、そうするとね、後でこう粘土を練る段階になった時にステインが机にあんまりくっつきにくくなるんですね。じゃあ粘土の上でだいたいステインがこうやって混ざったところで、これを内側に折りたたんで軽く周りの粘土とこうして混ぜてあげましょう。そうすると、こうやって結局机とかについちゃうんだけど、これも最小限で済むんですね。こういうスクレーパーでこう机についたステインとかはこまめに取ってあげましょう。で、ここから普通にね、で、この方法を取ると、そういうこういう散らかりも最小限で抑えられるし、それに何時間も何日もかけないでも色土を少量ずつ作れるので、結構私もいろんな方法を試して、この方法が一番楽っていうことにたどり着きました。なんで一回やってみてください。完全に色が混ざったら、しっかりキップ練りをして空気を抜いて仕上げてください。はい。まず1種類粘土を用意できました。はい。じゃあこうして粘土2種類の色土を作ってみました。こっちがさっきこれラベンダー混ぜた方ですね。3% こういう色の薄いステイン混ぜたところで見た目変わらないんですけど、焼いてから結果が分かります。で、こっちが黒っぽいグレーっぽい粘土にしてみました。で、こっからちょっと大事なチップスっていう感じの話なんですけど、これをこれからこうくっつけて一塊にしてからろくろで引くことになるんだけれども、この時ね、軽く合わせただけでこう台に乗せてこう練り上げに移ってしまうと、この色同士の境目でね、焼いた時にはこう割れちゃう可能性があるので、その境目のギャップ、隙間を一切なくしたいんですね。まずちょっと片面を平らにして、こういうへこみとかがあると、ここで粘土をくっつけるとここに隙間ができてしまうので、それを避けるためにまずこう色土同士の接着面はこう真っ平らにしてください。で、これをしっかりピタッとくっつける。で、ここから手でこうしてね、
叩いて丸めてあげましょう。じゃあね、こうして準備ができたので、これからろくろで練り上げ本格的に形成していきましょう。それでは実践してみましょう。中心取りをしていきます。今センタリング上げ下げを1回だけやってみましたけど、ここから無理やり進めていってみましょう。じゃあこうしてね、だいたい形成ができました。で、普通のろくろ引きだとこの時点で、台から外すなり、亀板から取り外すなりして、保管して、乾かして削りに入るっていう風になると思うんですけど、練り上げだとね、この時点である程度、これから削っていって、その模様をくっきりと出すっていうプロセスをちょっと短縮したいので、こういうステンレスのペラペラのコテを使って、その外側の粘土の泥はね、この時点である程度取ってあげましょう。こんな風にね。ということで、最初こういう風に粘土を組み合わせて、中心らしいセンタリングを全然手間をかけないで、時間をかけないで練り上げ作ると、このくらいね、縞模様が太い状態の作品ができます。はい、そういうわけで今回練り上げの形成を4種類の、組み合わせと引き方でやってみました。今回この動画でお見せした練り上げの模様に加えて、メンバーシップ限定動画では他の3種類の粘土の組み合わせ方、そしてより具体的な解説とコツを紹介しています。フルアクセスのためにいつでもメンバー登録お待ちしてます。こんな風にね、粘土の組み合わせ、色の組み合わせ方と、あとそのろくろ上でどんな風に形成するかっていう、流れによってもこれだけ練り上げ一つでも模様の違う作品が出来上がります。それではね、今回は形成までで、次回この削りから仕上げまでお見せしていきます。またね、今回の動画でも疑問点あったらコメントで教えてください。それじゃ次回に続きます。またね。